こんにちは、葵です。こんにちは、きなです。今回はワールドカップ準々決勝で敗退した国のサポーターと話していくよ。今回はトークするんだね。それじゃあ試合後どんな感じなのか順番にサポーターと話していくよ。まずはモロッコサポーターのヤシンくんだよ。ヤシンくん、モロッコは準々決勝でフランスに0対2で負けちゃったね。正直かなりショックだったよ。でもフランスに負けたことだけがショックだったわけじゃないんだ。負けたこと以外にも何かあったの？負け方だね。フランスが強いのは分かってたし、サッカーだから勝つことも負けることもある。でもあんなに何もできないまま終わるとは思ってなかった。フランスの方が良かったし、勝利に値したと思う。でもモロッコには勝ちたいっていう気持ちが全然見えなかった。いつものモロッコじゃなかったの？本当に別のチームみたいだった。これまでの試合では最後まで戦ってたのに、フランス戦だけは試合が始まる前から負けてるように見えた。相手がフランスだからプレッシャーがあったのかな？そう見えたね。選手たちが怖がっていて思い切ってプレーできてなかった。準々決勝なのにフランスにとっては練習試合みたいになってた。負けることは受け入れられる。でもモロッコらしく戦わずに負けたことが本当に悔しかった。強く攻めてそれでも負けたならここまで落ち込んでなかったと思う。具体的にはどこが一番良くなかったの？攻撃だね。モロッコは攻撃することを忘れてた。前半はほとんどシュートを打てなかったし、試合終盤まで枠内シュートもなかった。83分まで最初の枠内シュートがなかった。準々決勝でそれは厳しいよ。ボールが来てもシュートを打たずにまた考えてまた戻してた。ゴール前まで行っても誰も思い切ってゴールを狙わなかったんだ。フランスのカウンターを警戒しすぎたのかな？それもあったと思う。早いカウンターを怖がって前に人数をかけられなかった。でも怖がって何もしなかったら点は取れないよね。しかも守備だけが良かったわけでもないんだ。中盤も守備もフランスに自由を与え、選手たちはピッチの中で試合を見ているようだった。フランスの選手は本気で追い込まれてる感じがなかった。モロッコが自分たちから相手を楽にしてしまった試合だったよ。フランスと戦う時だけ通信が 3G になる。そんな中でも良かった選手はいたのかな？ボノだね。ボノだけは最後までフランスと戦ってた。ボノへの感謝が本当に多かったよ。モロッコ対フランスじゃなくてボノ対フランスだった。ボノがいなかったら5点や6点もっと取られていた。他の選手が動けていない中でボノだけは集中を切らさなかった。ボノが泣いてる姿を見て一緒に泣いた人も多かった。あの涙を見たら本気で勝ちたかったことが伝わってきたよ。負けると監督も批判されること多いけどどうなの？かなり出てるよ。先発メンバーもポジションも交代も理解できない部分が多かった。若手を使うこと自体は悪くない。でも大きな大会では苦しい時にチームを落ち着かせられる経験豊富な選手も必要だった。流れを変えなきゃいけない時間にさらにチームが混乱するような交代になった。選手たちが疲れてたように見えたけど。疲労はかなり目立ってかね。走れない選手が多かったし、試合を重ねるとチームが身体的に落ちてしまう問題も指摘されてる。監督だけじゃなくフィジカルやメディカルの準備まで検証した方がいい。他には試合後や失点した後にキャプテンのハキミが笑っているように見えたことに怒っている人が多いんだ。ボノが泣いている一方でキャプテンが相手選手と笑っているように見えた。キャプテンは腕章を巻くだけじゃなくて苦しい時に仲間を引っ張る存在であってほしい。だから今後腕章をボノかマズラウィに渡すだけだ。他にたくさんの人が言っていたことが、この試合は売られたんじゃないかってことだね。これはサッカーじゃなくて政治的な芝居だ。国同士の利益が優先されたんじゃないか。そこまで疑われるくらい変な試合だったの？俺はフランスの方がいいプレーをしてたし勝利に値したと思ってる。でもモロッコの消え方が不自然に見えた人が多かった。フランスへの劣等感や恐怖が出た。モロッコはフランスと戦うと急に普段の力を出せなくなる。この試合では植民地時代からの相手への苦手意識を感じたよ。2022年のフランス戦も0対2だった。だからまた同じ場面を見せられた。また同じショックを受けたっていう気持ちが強いんがよ。他に審判への不満がかなり出ているね。判定がフランスに有利だった。ブラヒム・ディアスが倒された場面でモロッコのフリーキックが与えられなかった。逆にエンバペへの PK はどうして VAR でしっかり確認しなかったんだって怒ってる人も結構いるね。モロッコのプレーは流されるのにフランスにはすぐ判定が出る。ただ判定だけが敗因というわけではない。判定が完璧じゃなかったとしても自分たちが何もできなかった事実から逃げちゃいけない。もうサッカーは見ないって言ってる人もいるけど、泣けたけどモロッコを誇りに思ってるって人はたくさんいるよ。負けたらいなくなるサポーターなんてサポーターじゃないよ。そうなんが。
この90分だけで何年も積み重ねてきたものを全部否定するべきじゃない。選手たちはモロッコの国旗を世界の大きな舞台まで持って行ってくれた。それはこの敗戦では消えないよ。モロッコ代表がくれた喜びや国中を一つにしてくれた時間には感謝してる。私たちは何も選手に与えていないが、選手からはいろんなものをもらった。代表にも選ばれたことない奴らが批判する資格ない。選手がどれだけ大変なのかも知らないくせに文句言ってないで支えようって人たちもいたよ。いいねいいね。モロッコでは未来に対して何か言われてるのかな。まずは今回の負け方から学ぶことだね。そして2027年のアフリカネーションズカップ、さらに2030年のモロッコでのワールドカップに向けて強くなってほしい。勝った日も負けた日もモロッコはモロッコだ。次はもっと強くなって戻ってきてほしい。次はモロッコもワールドカップ開催国だもんね。そうだね。試合後のモロッコサポーターはこんな感じだよ。ヤシンくん、話聞かせてくれてありがとう。ヤシンくんまたね。次はベルギーサポーターだよ。ワルトくん、ベルギーの準々決勝はスペインに1対2で負けちゃったね。悔しいのは当然だけど、スペインの勝利は妥当だったって受け止めてる人も多いよ。単純にスペインの方が強かったって。1点差で88分に決勝ゴール決められたのに、そんな風に言ってる人たちが多いんだね。そうなんだけどね。少なくとも延長戦には行けた。ベルギーはスペインをかなり苦しめてた。ただ強豪国と当たったら最後はクラスの差が出る。ベルギーは大きな国を相手にすると勝ちきれないっていう厳しい意見もあったよ。ギリギリ負けたのにそんな感じだったんだ。でも敗退した直後でもベルギーは胸を張っていいって声も多かったよ。そういう声があるのは選手も嬉しいね。ベルギーみたいな小さな国がワールドカップのベスト8まで進んだんだから、それだけでも素晴らしい結果だ。ベルギーの人口は約1187万人だね。そうだね。ここまで来るとは思ってなかった。イタリア、ドイツ、オランダより長く大会に残ったって喜んでいる人もいたぐらいさ。開催国のアメリカにも勝ったもんね。アメリカを倒したことが一番大事だよ。何年ぶりかにベルギー代表を誇らしく感じた。最後まで戦ってくれた選手たちに感謝してる。いいワールドカップだったんだね。今回の試合で誇れることがもう一つあってね。何々？ベルギーは今大会で初めてスペインから得点したチームなんだ。スペインって一度も失点してなかったの？そうなんだ。約650分も失点してなかったみたい。ベルギーは負けたけど、スペインから得点できたことは誇っていいっていう声が多かったよ。すごいね。今大会唯一の失点になっちゃうかもね。あと試合後に一番意見が割れてたのは決勝点に絡んだセネラメンスについてだよ。ゴールキーパーは怪我しちゃって試合途中からワールドカップ初出場してシュートを弾いちゃって点決められたんだよね。そうなんだよ。あれをラメンスのミスだと考えてる人が多くて、あのボールをキャッチできないのか、世界的なクラブの控えゴールキーパーとして大丈夫なのか。クルトワだったら止められてたって厳しく批判されてた。でも逆にラメンスだけを責めるのはおかしいっていう声もかなりあったよ。若くて経験の少ないゴールキーパーが初めてのワールドカップ出場でいきなりスペイン戦に入ったんだ。シュートも強烈だったし、選手ならミスはある。本人が一番辛いんだから一人に全部を背負わせるな。ラメンスはこれから成長する将来のある選手だから見守ろうっていう人もいたよ。そもそも希望クルトワが負傷して交代したことが大きすぎたよ。重要な試合でクルトワを失って、さらにユーリティ・レマンスまでいなくなった。あの2人を失った影響は大きかった。負傷者が多くて監督の選択肢もかなり限られていたんだ。重要な選手が次々に欠けて、予定していた戦術も交代プランも崩れた。どんな国でもこれだけ主力が負傷したら埋めるのは難しい。日本と同じ感じだったんだ。他に特に批判で多かったのはジェレミー・ドクだよ。期待されてたけど、このワールドカップでは何をしたんだ。ドリブルを続けてボールを失うし、味方にパスを出さず自分のためにプレーしてる。90分間残したことが理解できない。他の選手の出場時間を奪った過大評価されてる。そこまで言われてるんだ。ドクだけじゃなくてベルギーのスター選手たちも期待に応えられなかった。ケビン・デブライネは何もしてなかった。どこにいたんだ。デブライネは全盛期を過ぎた。もう代表引退する時期だ。ルカクも以前みたいなターゲットストライカーではなくなった。前線で歩いてるように見えた。スター選手よりも他のベルギー選手たちの方が最後まで戦ってた。選手に対して厳しいんだね。でも監督の戦術の問題だったって言われてるのが、1-1に追いついた後の戦い方なんだ。どんな戦術だったの？前に出るのをやめて負けるのを怖がったように後ろへ下がった。
30分くらい攻撃せずに時間を使ってしまった。プレスを受けたら稀にロングボールを蹴ってすぐ相手に返してしまってた。ボールを持ってる選手へのサポートも足りないし、受けるために動く選手も少なかった。日本は欧米のチームほど大きくなくてもチームとして賢くプレーするから倒しにくい。ベルギーも個人任せじゃなくそういうサッカーをするべきだ。いきなり日本のことが出てきた。今回試合したわけでもないのにいきなり日本の名前出てきてびっくりしたね。それと試合後は判定への不満もあって、ベルギーには PK が与えられるべきだったって言われてる。なんだか今回は審判問題がよくあるね。ロドリが手をボールの方向へ出していた。あれは明確なハンドだった。主審が取らなかったとしても VAR が確認する場面だった。どうして VAR が介入しなかったんだ。ボールは PK スポットに置かれるべきだった。っていう声がたくさんあって、ベルギーではあの判定には納得できないという受け止め方が強かったよ。なんだか試合後は不満の方が多いのかな。それだけでもないよ。敗退したけど今回のベルギー代表には未来があるって言ってる人たちも多いよ。若い選手たちはちゃんと戦えてた。セイスは1試合ですごい存在感を見せたし、パルド、モレイラ、ミカゴッツみたいな若手をもっと使ってほしい。黄金世代の次を作る準備はできている。新しいチームを作るための選手はいる。今回の敗退は終着点じゃなくて新しい世代の始まりだ。またベルギーが黄金世代になるんだ。みんな期待しているよ。次のユーロが楽しみだし、2030年にはもっと強くなって帰ってこられる。今回のチームにはその可能性が見えたよ。ベルギーの試合後はこんな感じだったよ。ワルトくんありがとう。アルトくんまたね。次はノルウェーサポーターだよ。ガウテくん、ノルウェーがイングランドに1対2で負けちゃったね。まず最初に言いたいのは悔しいけど胸を張って帰ってきてほしいってことだね。敗退した悔しさよりもここまで進んだことが嬉しいの？そうだね。準々決勝まで来たこと自体がものすごいことだし、期待をはるかに超える大会だったよ。悔しい負け方だったのに、すごく温かい雰囲気なんだね。もちろん悲しいよ。でも選手たちがくれた試合や思い出の方がずっと大きいんだ。人生最高のスポーツ体験だった。結果だけ見れば敗退だけど、ノルウェーのサッカー史に残る夏になった。選手たちは負けて帰ってくるんじゃない、英雄として帰ってくるんだ。私たちの中では十分に勝者だよ。サポーターも大満足だったんだ。でも今回すごかったのはサッカーの結果だけじゃないんだよ。他にも何かあるの？代表がノルウェー全体を一つにしてくれたんだ。ここまで国中が同じものに夢中になることは最近なかったからね。サッカーを普段見ない人も見てたのかな。そうそう、子供から大人まで同じ試合を見て同じ場面で喜んで国全体が一緒に進んでいるような感覚だった。じゃあ監督も感謝されてるのかな？スターレ・ソルバッケン監督も選手もスタッフも全員でこの空気を作ったからね。ピッチの中だけじゃなく外での振る舞いも含めていいお手本になった。この団結が大会だけで終わらず、これからも続いてほしいって本気で思ってる。それと今回のノルウェーを象徴するものといえばやっぱりみんなで船を漕ぐ応援だね。座って一緒に漕ぐ動きをする応援だよね。あれすごく楽しそうだった。試合中もめっちゃ声聞こえるもんね。最初はノルウェー人しか応援してなかったけど、途中から国外の人まで一緒に漕いでくれるようになったんだ。あれは真似したくなっちゃうよね。テレビの前で一緒にやってた人たくさんいたと思う。世界はノルウェーのバイキングローを忘れない。みんなで漕いでノルウェーまで帰ろうってスタジアムでは盛り上がってるぐらいさ。あの応援羨ましいな。試合終わった後に監督やスタッフも楽しそうにやってるもんね。次に代表が出航する時も俺たちはまた全員で漕ぐよ。ダークホースじゃなくてもう強豪国だ。ノルウェーはただの驚き枠じゃなくて世界が警戒するチームになった。ノルウェーは本当に強いよね。そう言ってもらえて嬉しいよ。イングランド戦についてはノルウェーの方がいい試合をしていたって声もかなり多かったよ。内容には納得している人が多いんだね。ノルウェーが試合を支配していたし勝つだけの内容を見せていた。最後までイングランドを追い詰めて準決勝まであと少しだった。イングランドは結果を手にしたけど公平に見ればノルウェーが勝利に値したって言葉もたくさん海外から送られていたよ。そういう言葉がベスト16でノルウェーに負けてワールドカップを去ったブラジルからもあったのが嬉しかったな。負けたけど世界の心を掴んだ感じなんだね。負けた試合でもここまで世界から認めてもらえたことが誇らしいよ。ただ試合内容とは別に判定にはかなり怒っている人も多いよ。やっぱりいるよね。あの試合はそういう人いると思った。審判何かやらかしちゃったの？まずノルウェーのゴールが取り消された場面だね。あの程度の試合はコーナーキックではよくあるって声がすごく多い。コーナーキック蹴る前にハーランド選手がイングランドの選手をしちゃったんだよね。そう、あれでゴールが取り消されるのは厳しすぎる。あれがファールならディフェンスは毎回ファールしてるだろ。
ハーランドはちょっと触っただけなのに吹っ飛びすぎだ。あれがファールならイングランドの2点目の前のコーナーキックもファールだっただろ。って感じでゴールに入ったから余計に痛くもなっちゃうよね。イングランドのゴールになったシーンも言われてるのかな。得点につながったプレーの前にボールが空中のカメラ用ワイヤーに当たったように見えたって指摘があるんだ。本当に当たっていたならそこでプレーを止めるべきだったということだね。そういう主張だね。でも VAR がそこをきちんと確認したように見えなかったから不満がさらに大きくなってる。ノルウェーの時だけ細かく確認されている。 VAR が一貫して使われていない。イングランドに有利な判定だ。イングランドに勝たせたいのがはっきりしている。この試合は仕組まれていた。試合を盗まれた。明らかにボールの軌道が変わってるのにテクノロジーが反応しないなんてありえないって納得できない人が多いんだ。確かに本人が当たったか当たってないかわからないレベルでもボール内蔵センサーの波形が動くのにね。それがノーゴールでハーランドのファウルがなければノルウェーが勝ってたんだ。それは悔しすぎる。それと判定とは別にノルウェーの中でセルロートがハーランドへパスを出さなかったことが一番批判されている場面なんだ。ハーランド選手フリーだったもんね。あれは本当に大きかったよ。ハーランドがゴール前で完全に空いていたのにセルロートはなんでパス出さなかったんだ。パスしてたらゴールになってたかもしれないの。あそこで渡していれば2対0だった。ってものすごく多くの人が言ってるよ。敗退の原因がイングランドの MVP だった。次の代表から外してほしい。ハーランドのことを嫌ってるのか。ハーランドが空いているならまずボールを預けるべきだった。あの場面はノルウェーの人たちがしばらく忘れられない場面になるよ。結構きつく言われちゃってるんだ。それとさっきも少し言ったけど今回の代表は今までサッカーを見ていなかった人まで夢中にさせたんだ。ハーランドとノルウェー代表がきっかけで初めて試合を最初から最後まで見た。子供と初めて一緒に試合を見ることができた。サッカーのルールも詳しくなかったのに気づいたら眠れないくらい応援していた。長くサッカーから離れていたけどノルウェーの試合を見てサッカーの美しさを思い出した。ノルウェーが負けたからもうサッカーが嫌いになりそう。そこは嫌いにならないで。それだけ本気でのめり込んでくれたってことだね。今回増えた新しいファンがこれからもノルウェーを応援してくれると嬉しいって思ってる。だから今回の敗退を後悔の旅の終わりだとは感じてないんだ。さすが海賊。まずは2年後の欧州選手権。次は優勝するぞ。今回の経験があればもっと先までいてる。次のワールドカップはノルウェーのものだ。同じメンバーをもう一度見たい。今回世界に示したのはノルウェーが一度だけの驚きじゃないってことだよ。少し休んだらまた全員で船漕ぎ始めるよ。次はもっと遠くまで行くからね。ノルウェーサポーターの試合後はこんな感じだったね。ガウテ君ありがとう。なんだかノルウェーいいな。次はスイスサポーターだよ。ブルス君、スイスはアルゼンチンとの試合1対1の延長で1対3で負けちゃったね。正直まだ気持ちの整理がついてないんだ。ここまで来たからこそ負けた瞬間は本当に胸が痛かったよ。ベスト8まで来ると負けた時のショックも大きいのかな。めちゃくちゃ大きい。でも悲しさよりも少しずつ誇らしさの方が強くなってきてる。国全体を最後まで夢中にさせてくれたし夢を見せてくれた。小さな国のスイスがワールドカップの準々決勝まで進んで世界王者を相手にここまで戦ったんだから胸を張って帰ってきてほしい。スイスの人口は約912万人だね。負けたけどやりきったって感じなのかな。そうだね。選手たちは最後まで頭を下げずに戦ったし今大会の歩みはスイスサッカーの歴史に残るよ。結果だけじゃなくて情熱とかチームとして戦う姿勢で国を一つにしてくれた。俺はこのチームを誇りに感じてる。みんな顔を上げて帰ってきてほしい。私たちは勝つ時も負ける時も一緒だから。負けても温かいサポーターだね。しかも余計に悔しいのは11人対11人で戦っていた時間はスイスがかなりいい試合をしてたことなんだ。前半はスイスが優勢だったしアルゼンチンと互角に戦ったというよりスイスの方が良かったと感じる時間も長かった。守っているだけじゃなくてしっかりボールを持って相手を追い込んでた。アルゼンチンを長い時間苦しませてたよ。スイスが追いついてからは次のゴールを取りそうな雰囲気だった。俺は試合を見ながらこのままなら勝てるって感じてたんだよ。スイスはただ善戦したんじゃなくて本気でアルゼンチンを追い詰めた。11人のままだったら勝っていたって感じてる人が多いんだよ。スコアは3対1だけどアルゼンチンが圧倒した試合だったとは絶対に言えないよ。そうなってくると2枚目のイエローカードが痛かったね。試合が大きく変わったのはやっぱりエンボロの退場だった。エンボロはそれまでいいプレーをしてたのにあの状況で倒れに行ったのはリスクが大きすぎた。もう1枚カードをもらう可能性を考えないといけなかった。もっと賢くプレーしてほしかった。あの瞬間まではスイスに勢いがあったのに
退場で完全に状況が変わってしまった。普通にイエローカードもらっただけじゃないの？最初はアルゼンチンの選手にイエローカード出たんだけど、VAR で確認してカナダの選手にイエローカードが変わっちゃって、それが2枚目のイエローカードだったんだよね。ただエンボロの行動とは別に判定に納得できていないスイスサポーターもかなり多いんだ。中盤でのシミュレーションに対するイエローカードを VAR が後から確認して出すことが本当に正しいのか？ VAR ってゴールとか PK とか一発退場を見るものじゃないの？そこに疑問を持ってる人が多いんだよ。だからスイス対アルゼンチンじゃなくてスイス対 FIFA だった。アルゼンチンが VAR や FIFA に守られていた。スイスに与えられるべきだった PK が認められなかった。 FIFA は判定について説明するべきだ、調査してほしいという声も出てる。あれは違う選手にイエローカードが出た場合の VAR が適用されたんだよね。その場合、違う選手に出したってことだから、イエローカードは別の選手に出さないとダメなの。だから主審が最初にアルゼンチンの選手にイエローカード出さなかったら、カナダの選手にも出ることはなかったんだよね。あのまま11人で戦えていたら準決勝に進めた可能性は高かったと感じてる。それくらいスイスの流れが良かった。じゃあみんなその選手に怒ってる感じなのかな？厳しく批判している人もいるね。エンボロの行動がスイスを敗退させたっていう意見もある。でもエンボロだけに全部を背負わせるべきじゃないで擁護している人も多い。あの判断は軽率だったとは感じるけど、彼だけの敗北ではないよ。本人が一番苦しんでるはずだし、落ち込まずに戻ってきてほしい。攻め続けても結果は変わらないからね。でもエンボロが退場した後の選手たちは本当にすごかったよ。10人対11人になってからもすぐに崩れなかった。世界王者を相手に最後まで耐えて試合を終わらせなかった。普通なら一気に押し込まれてもおかしくない状況だよね。そうだよね。それでもスイスは諦めなかった。守るだけじゃなくてまだ勝つチャンスを探してたし、 PK 戦まで持ち込めそうな時間もあった。もう心臓が持たなかったよ。それでも選手たちは魂と闘志を見せてアルゼンチンに簡単にはゴールを許さなかった。最後は負けたけど、あの戦いは恥ずかしいものじゃない。むしろ英雄みたいに戦ってくれた。この敗退で全部が終わったわけじゃない。むしろスイスの未来に期待している人も多いんだ。新しい世代が加われば4年後はさらに強くなれる。2030年は優勝できるよ。今回アルゼンチンに負けたけど、いつか勝てるって信じてるって期待されてる。今回の敗退は終わりじゃなくて新しいスタートにしないといけない。いつか本当にトロフィーをスイスへ持ち帰るためにね。スイスサポーターの試合後はこんな感じだったよ。ブルス君ありがとう。ブルス君またね。ついにベスト4が決まったね。そうだね。イングランド対アルゼンチンは激しい試合になりそうだね。そうなんだ。楽しみ。ここに残ったのは FIFA ランキング1位から4位の国なんだよね。しかも2024年7月から上位3位の変動はあるけど、アルゼンチン、スペイン、フランスで順位が入れ替わってただけなんだよね。それはすごい。イングランドはずっと4位。それもすごい。日本も次はここまで行きたいね。そうだね。じゃあ今回はこんな感じで終わりだよ。それではご視聴いただきありがとうございました。皆さんはどこが優勝すると思いますか？コメントに書いていってくださいね。ご視聴ありがとうございました。